こんにちは、山下夏美です。今回は鎌倉でのスキムボードの映像をまとめていったんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。結構あるあるなんだけど、少し口深い系でパワーがあんまりもらえないことが多いんですよね。特にレギュラースタンス側だと基本流し側になるんですけど、バックサイドのか、もしくはフロントサイドの流しかな、ライナー側になるんですけども、かなり分かってないと乗れないことがあるかなと思うので、ちょっとその辺も交えながら喋っていこうかなと思います。もともとちょっとグーフィースタンス向きな地形と波が、最近の鎌倉はずっと入ってくることが多いんでね、その中でレギュラースタンスのライダーがどう乗るかみたいなところについて喋れればいいかなと思います。鎌倉はね、いかにこのちょうどいい場所、パワーが最もある場所を見つけられるかどうかがやっぱ重要ですね。で、あとはね、しっかり斜めに走ることかな。鎌倉は縦に入ってしまうと結構失敗するリスクが高いので、その後に乗れないことが多い。ベストライドまで行けないことが多いんで、しっかり斜めに走ることは意識した方がいいね。特に他のビーチより。で、これとかも結構斜めに走って、ここから前に出ていく。これライナーかなりいい感じだけど、そういう狙いがいいんじゃないかな。バランス崩しながらギャップ1枚超えて、このライナーいいね、今のナイスライディング。さあ、これもギャップ超えて裏のアウト狙ってるかな。もうちょっとね、波の前出れそうだったけど、いいチャレンジだと思う。さあ、インサイド気味でちょっとフローター気味に乗りながらターンしましたね。今のはブレイクが早かったから。ギャップ1枚超えて、ちょっと超え方があんまり良くなかったかな。手前で突っかかっちゃいました。ただしっかり一応ターンまでは回してる。インサイドエアーしながらリップの前に出る。インサイドラップラインかな、これは。これはリッピングしてちょっと口が深かったからしっかりテール側踏みました。そう、結構あるあるなんだけど、こうやって波が重なることがあるんでね、しっかりテール踏めるかどうかが重要。このフロントもしっかりテール踏んだから、そのまま刺さることは阻止しましたね。ややレイバック気味で抑え込みました。そう、これとかもスープで2枚重なったんだけど、リッピングスピナーしながらしっかり、これもそうだね、テールが踏んでるから耐えられる。あそこでノーズにかかっちゃってるとそのまま刺さるだけなんで、そう、これもうまいね。ターンしてすぐテールに乗せる。2枚波、ライナー側、いい加速、ワンアクション、ナイスライディング。これもよく今見つけましたね。ハーフスピンしながらコンプリート。これもライナー側、パンピングしてタイミング合わせる。ただこれ刺さっちゃいましたね。それこそ後ろ足踏めてなかったから今のは刺さりましたね。モンキークロール、ギャップ1枚超えてリッピング、ちょっとリップの上に乗ってからオーリーですね。ここはちょっとスカーフィングしに行ってるかな。鎌倉のスカーフィンはパワーもらいにくいからかなり難易度が高いかなっていう感じですね。
こんな感じで、そう、パワーポジションが分かりづらいから、結構パンピングで踏んで乗るしかないかなって感じ。かなりメロウな波だと思う。これとかは結構ポジションがいいかも。ゆるーく乗れる。で、しっかり、ここでパンピング踏んで、スピナー入れつつ、コンプリートかな。これはちょっとスープ気味になっちゃうかな。再生波狙ってパンピングしてるけど、さすがに厳しい。さあこれはしっかりパンプして乗れてね。最後一回当て込む狙いまでいったけど、加速が足りなかったかな、少し。このレールワークの使い方がやっぱり重要かな。フィンレスは特に。しっかりテールをフィン代わりに使ってあげる。特にピンテールだったら、そのテールのピンの部分をフィン代わりに使って、板を安定させる。そういう技術ですね。いいね、しっかり板を前に踏みながらポジションを探していく。ここからスキムかな、また。テイクオフ、2枚波重なる。こういうね、裏に続く小さな流し波、流れで出る小波の2枚波とかね、逃さないようにした方がいいです。特に水量が多いビーチとかだったら、そういうのがかなり張ってきて続くこともあるんでね、波として。こういうのもまさにそう。いいですね、これも。このライナー側をしっかり見つけていく。この技術はやっぱりかなり持っておくと便利な技術だと思います。ナイスラップ。ちょっとチューブにはならなかったけど、いい回し方だった。インサイドラップ。これいいですね。ちょうど割れる隙間を狙っていきましたね。ブレイクの。これは口が深い。スプレー狙いですね。テールを支点にして一気に回す。ギャップでかい。よく1枚超えた。で、ラップまで。これ今、手前よく超えましたね。しっかり膝が脱力できてるから、ギャップを超えられる。軌道修正。バックウォッシュ食らいながらのラップライン。さあ、ギャップを2枚超えて、リッピング。シフティー側のサイドウェイ。ボードスライドですね。さあ、これは再生波狙い。だけどちょっと再生してこないかな。やっぱこのギャップを超えるっていうのと、あとこの最後の口が深いところをしっかりテールで踏んで耐えるっていうところがまあできれば、かなり乗りやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今回は鎌倉の映像をまとめていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。